村ラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。姉ちゃん今日はもう掛け声だ。早速掛け声教えてよ。やだね教えて欲しかったら捕まえてみな。待て頑張って捕まえてみな。くそあれ行き止まりだ。あれでもいない。あれどこ行ったんだ。あれてかここ鶏小屋じゃん。もしかして兄ちゃん逃げたはいいけど行き止まりに逃げ場がないからここで隠れてんだろう。どうせほらいた。はい、兄ちゃん見つけた。いつまでやるのあがいてよあげてよ。いやこんなね鶏をたくさん食べてるであろう筋肉のついた鶏はいません。あなたはボインボイン兄ちゃんです。早く掛け声を教えてください。バレたかバレ今日は掛け声を教えずに逃げ切れると思ったんだけどなやめよ喉がいかれたよ掛け声やんなかったらただの兄ちゃんになっちゃう。まあじゃあ言ってやるか、今日の掛け声はこれだ。いあおいええんうおいいえいあおいええんうおいいえわかったか。これで番組は勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、まもなくです。お前もう番組始まるじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。鶏って全部美味しいねマサラカさらか飲みすぎいや飲んでないんだよ。さらかスパイアのマサラカ。時刻は深夜1時を回りました。スパイボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイのバザラカをお送りしていきます。はい、ということではい、正解です。いやこれはちょっとねハマるとわかるんだねパッと。円がもう全部そうなんです。日付変わって2月8日鶏の日です。はい、鶏の語呂合わせにちなんで日本記念日協会が制定しました、はい、これ俺知らなかったんだけど、鶏といえば卵が先か、鶏が先かという問題がありますが、これはおよそ2000年以上前から真剣に議論されている課題で、未だにはっきりとした答えが出ていないそうです。2人はどっちが先だと思いますか？これは永遠のテーマだよね。やっぱり俺分かんなかったんだけど、要は始祖がどっちかってことだよね。そうだから卵が先に出来上がって鶏という物体ができたのか、鶏という物体があってその物体が卵を産んだのか、っていう話よね。絶対だから俺の理論ね、おそらくだけど、多分もう絶対じゃないよ、おそらくって。いやまあこれ絶対だよ、多分多分だしもう全然自信がない証拠だよそれは。まあ鳥類がいました。でで鳥類がまあ多分もういいよ他の動物と交配をして生まれで卵として生まれたのが鶏だよ多分。どういうこと？だから要は卵が先だよ。だから卵から出てきたものが鶏だったの。でもそもそも言うとさ、その卵を産む生物はいなかったわけじゃん。だから卵を産む生物はどこから生まれたの？はおそらくいやだからそのおそらくがダメだよ。地球はずっとさ、海の中にあったわけじゃない？海の中ですよ。だから、何かの生物がやっぱ生き延びるためには、子供を生身で産んでしまうと他に食われちゃうと、だから殻に保った状態で産んだ何かが、そうすると物体から最初ってことになるよね。物体からしか生まれない。卵って言ったよね。鶏は最初鶏はだから卵だと思う。でも分かんないよ、その鶏という物体が、空を飛ぼうと思った動物がいるわけじゃん。でそもそも哺乳類もどっから来たか分かんないけど、でも何かこう細胞分裂を起こして何かこう子孫なるものがいて、その鳥類というものが生まれて、っていうその
過程があるわけじゃん。でもしかしたらこの空を飛ばなきゃいけない、この食物連鎖から自分らは逃げなきゃいけないからっつって、飛び立ったものが鶏だった可能性もあるわけでしょ。それはいや鶏の血は絶対入ってるでしょ、だって。でもそこはさ、鶏の血はないわけじゃん。鶏がまだいない時の話だから、鶏はいない。でもその鶏となる元はいたわけじゃん。でそいつが卵を産むやつで、それが卵から生まれたのが鶏だとしたら物体からが鶏じゃん。でも鶏だから、うん、ジェネリック鶏がいてます。ジェネリックは後だからね。そうか始祖のね鶏ね。プリ鶏がいてそうプリだね。そうプリ鶏がいて、でプリ鳥類もいたの多分で、多分プリ鶏は陸の生物。でも分かんないよ、そのプリ鶏じゃなくてその細胞分裂をした挙句できたものが最初に卵だった可能性もあるわけじゃん。細胞はいはい。そうまず殻から始まる可能性もあるわけでしょ。でそっからプリ鶏が生まれてたら、もうそれ鶏は卵からになるじゃん。まあねでしょでも多分プリ鶏は卵を産まない動物だったはずで、卵をでも鳥類は卵から生まれるから、もうそれはプリでも何でもないよ。だってその定義から外れるんだもんプリじゃないじゃんそれは。そうか、鳥類は卵から生まれなきゃいけないんだもん。だってだから鳥類の派生だから、鶏は卵、じゃあ鶏だよ。2点3点進んだ意見がどこが絶対なんだよっていう話を2000年以上前からしてるんですよみんな、はい、ということで、リスナーの皆さんからメッセージ紹介します、はい、ラジオネームはなさん、はい、ありがとうございます。洋介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。突然ですが、洋介さん、ヨガどうなりましたが、続けてますか？健太さんが続かないと予想してましたよね。予想は当たってるのでしょうか？当たってるでしょ、絶対当たってるね。でしょだろうと思ったよやめちゃった。そりゃそうだよ。やめちゃった。向いてないよ向いてない。最初はね、頑張って週1で言ってたんだけど、いかなくなっちゃった。向いてないもんだ。はい、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください、それではスパイのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ、お送りした曲はスパイエアでリバースでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。聞こえたわ。このコーナーは聞こえたわ今皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです、僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話教えてください、ということで今週も皆さんの友達から聞いた恥ずかしい話が届きました、ラジオネームまるさん、はい、ありがとうございますの友達の話。はい、洋介くん、健太さん、こんばんは。こんばんは。友達の話を聞いてください、友達は3年ほど前、服屋さんで働いていました、その服屋には2週間に1回くらいのペースで来てくれるサングラスをかけひげを生やしたかっこいい常連のお客さんがいました、友達はそのお客さんが買ったものはある程度把握していたので、毎回来るためにこれどうですかねと相談を受けると、この前買ったパンツと合うと思いますみたいなやり取りをしていました、そんなある日、いつもの常連のお客さんが来店、いつも通り気になるものがないか物色していたので事務作業しつつ遠目で見守っていました、友達がパソコンとにらめっこをしていると常連さんが近づいてきて、これの L ありますかと聞かれたので、ありますよ、これだったらこの前買ったジャケットと合いそうですねと言うと無反応、あれ今日機嫌悪いなんて思いつつもいざお会計、何の問題もなくお会計を進めて、そういえばポイントカードを出してもらってないわと思い、友達が〇〇さんポイントカードありますかと尋ねると、〇〇さん僕〇〇さんじゃないです初めてですここの店と言われましたそうです、その人は常連のお客さんにそっくりな新規のお客さんだったんです、友達は慌てて謝り、そっくりな常連さんがいてなんてことを話しながら事なきを終えました、人のことを雰囲気だけで覚えるのは良くないなと学んだ友達の話でした。そうだね確かに恥ずかしいね。サングラスかけてヒゲ生やしてたらなんとなく常連のお客さんに見えちゃうってことだもんね多分。いやまあ特徴あったんじゃない？色、まあもちろんサングラスだから、まあ目元は見えないじゃん、
でまあヒゲだからうん、まうん、あでも確かにサングラスかけてひげ生やしてう、ん金髪で革ジャン着てたらうんユージかなって思うもんね。ちょっと確かに後ろ姿とか見たらね、多分背丈が一背緒ぐらい丈一でみたいな。緒でだね。うん、あれユージかなあれってなるよね、全然違うもしかしたら。ってなるし確かに確かに。あるかも。うん、でも目を目だね。目はねそうかも目ってやっぱ大事なんだね。大事だね。人を覚えるには大事だね、きっと。いやこれは。いやこれはね大変だったね。うんまあありそうな話だね、でもね。うんでも事なきを得たのは良かったね。よかったと思います。いや良かったです。これからはより一層気をつけていただいて、ねはい、頑張ってください。もう一回いきもう一ますか。件来ております。ラジオネームことみさん。こんばんは。私の友達の話を聞いてください。はい。年末友達は実家に帰省、うん両親からうん家を片付けたいから置いていったものでいらないものがあるなら、仕分けといてと言われたので少しずつ仕分け開始、うんすると学生時代に使っていたガラケーが充電器と一緒に出てきました。おーこれは中身が気になると思い、ガラケーを充電しながら電源をオン。中には学生時代の写真やメールのデータがたくさん。はい懐かしいなぁなんて思いながらメールの履歴を振り返っていると当時好きだった人とのメールのやり取りが出てきました。おー相手の、1行くらいのメールに友達は3行で返信相手が1分ぐらいで返してくるメールに友達は5分ぐらいで返信。うん嫌われないように好きだと伝えたいけど伝えきれないいろんなことを思いながら返したであろうメールに友達はこれはちょっと重く見られちゃうななんて思いながらガラケーをしまいました。絶対に誰にも見られたくないから新しくパスワードを設定し直したそうです。いやーいい話。甘酸っぱい甘酸っぱいですね。甘酸っぱいねー。だからこれさっきさディレクターと話してたんだけど、うんこの今ってクラウドうんうんとかのサービスがあるからさ、うんうんまあ携帯スマホを変えてもうんデータは引き継がれるじゃん、うん基本的に。だからさこうなんていうのその個体に残しとくってことがないからそうだね。ガラケーみたいに。その忘れた頃のうん記憶ってなんだろうなかなかこうなんていうの振り返れないっていうか、うんうんうんクラウドに残ってるとさずっと容量もでかくなるから割と消したりもするだろうし、うんそういうのがなく個体に残ってるのってなんか昔ながらだなと思って、いやいいですね。いいですよね。いや俺もだからさっき見たのよ。うん俺は中学校の時ね、iPod タッチだったかはい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 ら Yahoo メール使ってたんですよ。ほねこれね残ってんだね。ういや残ってます。でしかも2013年12年12年前13年前13年前14年前ああそんぐらいか。そうでもさそれの前って残ってないでしょ多分。前はそれこの前は使ってなかったのかねそう多分ねガラケーとかだと。俺がガラケーは持たせてもらえなかったからああなるほどね。多分まあ別のメールを使ってたんだよね。だから当時俺はまだガラケーの人が多かったから、うん、 LINE がそこまで主流じゃなかったの、そうよねメールだよね多分ね。だからメールで1個目のあれ見ると、うん返信遅れましたアド返したんですね登録させてくださいテレテレって来てる、これ本当これがね2013年あそれ送ってたってことだよねこれに変えるよって。たずガラケーとか絶対残ってないもんな。いやーもったいないよね。でも捨てちゃってたからな。いやまあ捨てるよね。もうだって持ってても意味ないしなって。まあまあまだ今はさいい制度ができたじゃん、あ、その昔のを返して新しいのにできるっていう、うんうんうん昔はやっぱ全部買い取りだったからね。そうなんだよ、そうだから俺はだから良かったなこれ時代を感じるわ。ねそういうこう今思えば暗黒時代だったなって思う恥ずかしいやり取りとかが残ってるわけでしょきっと。プリクラ出てきた。もどれでしょう輪っかっていうかちっちゃキッズやんこれ。何歳？これはね中2だね。そう中2ってこんなちっちゃいの？どれよってマジで分かんないわ。右から2番目でなんかじゃあまあ言われりゃなんとなく分かるけど、うん全員同じ顔に見える。しかも加工がひどすぎていや面白そういうのありますよね。甘酸っぱい思い出。いやねいいメールですこれは。こういうのがあると、まああれだね。だからそうやってさ、そうなんかがあった時にさふと思い出してさ、いい
思い出話にもなるからなるよね。いいよねこれは。恥ずかしいけど、いや良きです良きです。いやいいですね、はい、ありがとうございます。ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話教えてください。皆さんが友達から聞いた話お待ちしております。お願いします。それでは今日はラジオネームことみさんの友達の話からこちらを選曲しました。ミレイで Anytime Anywhere。 スパイエアのマサラカ。お送りした曲はミレイで Anytime Anywhere でした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、はい、今週もお悩み届いております。はいよ。ラジオネームゆうりさん。はい、陽介健太さんこんばんは、まいつも楽しく拝聴しています、お二人に相談があります、はい、25歳になり周りが結婚出産ラッシュで正直かなり焦ってます、はい、今すぐ結婚したいというわけではないのですが、SNS で結婚や出産の報告を見るたびに何とも言えない気持ちになりますさすがにこのままじゃやばいかなと思ってマッチングアプリも始めてみました、前向きに出会おうとはしているもののなんか違うなと感じてしまうことが多く、気持ちと行動がうまく噛み合っていません、まだ遊びたい気持ちもあるし、でも年齢的な焦りもあって自分がどうしたいのかわからなくなることがあります、こういう気持ちどう向き合えばいいと思いますか、お二人の考えをぜひ聞かせてほしいです。まあ難しいよね。いやわかるが難しいよね。わかるがそれで焦って結婚してもそれは果たしてこのゆうりさんの人生なのかどうなんだいっていう。まあね、それもあるし、ただそこで結婚しといてよかったなって思ってる人も十二分にいるとは思うわけよ。まあ年齢的なものがあるだろうね、女性はやっぱ出産っていう大きなものがあってやっぱね身体的にもやっぱ若い時の方がね、まあ生まれてくるお子さんの健康にも関わってくるし、まあ本人にもね、自分自身もそうだろうなとは思うけど、むずいよな。もうでもどうなんだろうね。なんかやっぱこれってさもう土地柄じゃね。土地なのかな。まあ東京で行っちゃえばね、遅いからね。25歳なんてまだ赤ちゃんみたいなもんじゃん。若ってなるもんね基本的にみんな30とかで結婚してるからね。30っつっても30後半とかの人も多くない？多い、全然多い。まあだからね、もうこれに関しては個人のな、だいぶでもまあ遊びたい気持ちがあるんだったらもう遊べばいいんじゃん、まだね。で多分それをさ変にさ、抑制してさ、そうやってなんかマッチングアプリで出会ったりしても、ねえそれでさなんかこう変に堅苦しいなんかこう、恋愛生活を送ってもじゃん、なんかそれだったらなんか遊びたいんだったら多分そうやって遊ぶ中で多分いろんな出会いもあるだろうし、それでいいのかな。そうね、だからそれで後悔しないようにしてほしいね、どっちにしてもね。そのお一人様になってしまったとしても、結婚ができたとしても、そこに結果に対して後悔をしない選択を取ってほしいなとは思うよね、でもなんか人間ってさ、後悔してても、後悔じゃない努力をするじゃん。どういうこと？他人から見れば、後悔するよなあんなことあってみたいな風に思うことはあるだろうけれども、本人はそれを後悔だと思わないような努力をするわけじゃない、まあだから本人が後悔と思わなければ俺はいいと思う、周りがどうであれね、実際だから難しいよね、どういう結果になれそれは多分後悔しないんじゃない？イエスしてる人も多いよきっと。結婚ってやっぱそのぐらい多分拘束力とかさ、いろんな制約が多分かかるから、なんかさ後悔をしていないと言い聞かせることはできるけど自分に、今が幸せだって、でもそれって結果後悔が前提にあるからやっぱまあね、どっかでやっぱさしわ寄せは来るわけじゃんきっと。でもなんか分かんない、このゆうりさんが、今遊びたいんだよね、ずっと遊びたいんだよねって思ってて、40歳になって、結婚できませんでした、っていう時になんか自分の気持ちに正直であれば、まあ遊んでたしなっていうのが結果こう来る気がするの、でもいや結婚しなきゃ、私は結婚したいんだって思ってるのに、その無理して遊ぶ、遊んでて結婚できないと多分あそこでこうしてればなって思っちゃう気がするの、だからなんだろう、結果は同じでもその家庭で
その結婚したいならもう結婚に振り切るか、うん、遊びたいなら遊びに振り切るにしないと、うん、もう多分後で後悔先に立たずみたいなことになっちゃう気はするから、後の祭りとかね、そういう感じになってしまう気はするんで、まあとりあえず一旦今まだそんな焦る年齢でもないと思うから言うて、まあキルザノイズを聞けばいいんじゃないですか、あの時こうしてなかったらなんて耳鳴りのよう囚われたまま生きるのかいそうねいやでもそういうことだと思う、うん、だから振り切っとけばどっかで飽きるから、そっちがそうだね、うん、だから今やりたい気持ちを優先していいんじゃないかな、そうそう、中途半端にやってる方がズルズルいっちゃうからきっと。もうね、まあ25歳って周りが気になる年齢ではあるけれども、ちょっと 1,2 年過ぎたら、みんななんていうもう周りにどう思われようとかっていう意識が徐々に減っていって、そうね、やっぱそうやって結婚して子供ができたご家庭っていうのは、まあね、家族第一でっていう世界になるから、その周りのあの人いつになって結婚するんだとかいう次元じゃなくなってくるから、いないと思う。思ってるほど焦んなくて大丈夫。じゃあとりあえず一旦さ2年遊んでみよう。でいいんじゃない？ 2年全力で遊んでみて、それでやっべ結婚しようって思うなら結婚に振り切ればいいと思う。そうだね。まあただその周りと比べて自分がこうじゃなきゃいけないって思う必要は必ずしもないと思うから、心に正直に、心に正直でいいね、いいと思います。はい、もう一件いきますか。いきますか。ラジオネームのんちゃん8187さん。はい。健太さん、陽介さん、こんばんは。とても小さいけど毎日必ずイラッとしてしまう私の悩みを聞いてください。それは家族が玄関の靴を揃えないことなんです。私の性格がきっちりしているとか整理整頓好きとかいうことではなく、単純につまずいたり転びそうになるので怖いのです。完全に主婦の目線の話ですが、週に2回は仕事前の早朝にちょっと急ぎ気味でゴミ出ししたり、この時期重い灯油缶を下げてきたり、大きな買い物袋を持って帰ってきたりします。ドアに対してつま先を前に向けて揃えて通りやすいように真ん中を少し開けておいてほしいのですが、誰も実践してくれないので毎晩一人で直しています。健太さんと陽介さんは一人暮らしなので、誰にも文句を言われないと思いますが、靴をきちんと揃えて脱ぐ派ですか、それとも履くときに揃える派ですか。履くとき、そういうことか、脱ぐときに揃えておいた方が楽だと思うのですが、どうでしょうか。なるほど。いやこれは大変だね。どっちだろう。俺は気づいた時に直す。じゃあ基本バラバラでもいい感じ。でも、俺やっぱ、玄関に平置きで置いてある靴は一足までって決めてる。偉い。それはそれ以外は、まあ玄関にも俺靴いっぱいあるから、玄関にまあ普通のシューズクローゼットがあって、で玄関のスペースのところにも、2段置けるあれを置いてるのね。だからそれ以外の靴は、だから履く靴以外は全部そこに直しといて、ってしてる。だからまあ帰ってきて荷物がいっぱい多くて靴揃えない時とかもあるじゃん。だからそういう時はもう普通にパンって脱いじゃって、でまあお風呂入ろうかなってパッて靴に目がいった時ちょっと揃える。揃えるんだ。なんか俺はその気づいた時に何かをやるタイプだから、なんかこれはなんかね教えなのよ。お父ちゃんの教えなのよ。そうなんだ。ゴミが落ちてるのに気づいたら、拾って捨てなさい。なるほどね。とか、そこが汚れてるんだったら、最初に気づいた人がやりましょう。気になった人がそれを実施するってことね。そうすれば自然とその整理整頓はされるっていうのがあったから、だからそれはより俺は今意識してるね。だからあんまりその今日一日は掃除しようとかがない。気づいた時にゴミ拾ったりとか、気づいた時にコロコロしたりとか。なるほどね。俺ドラム機材を出し入れすることが多いから、基本的に玄関に靴が溜まってることがないのよ。溜まってたらもうクソ重いドラム機材を運べないから、そうだから俺はもうスリッパしか出てない、基本は。なるほどなるほど。スリッパはもうね、外行くにも、機材を積み下ろしするにも絶対に使うものだから、それはまあ置いてあって、基本はもう靴は入ってるな、下駄箱の中かに入ってて、そうで、しかも1階だから俺部屋が、
今の時期とかさ風が強い日とか、結構なんていうの落ち葉とかが入ってる。いやそう入ってきたりとか、靴についた落ち葉がわーってなるから、なるね。それをもうほうきでわーって外に吐き出すみたいなのをよくやるから、結構スリッパだけとかだね。いやだから玄関あんま何も置きたくないよね。そうもうなんかだから怪我するよね。だから確かに俺また靴の収納買おうと思ってる。収納だらけになってくるどんだどん。からもう3軍とかはもうクローゼットの中に入れちゃおうかなみたいな。それも履いてないやつはね、だいたい1年履いてなかったなってやつはもう靴買った時の箱にもう入れちゃって全部倉庫に入れてあるな。箱残す派だ。いや残す派っていうかなんかさ自分のその3軍になる、その何足ぐらいになるって分かるじゃん大体、このぐらいがなるなみたいな、その分だけ取ってある。なるほどね。全部っていうよりも、そうだから全然あれよアディダスの靴なのに、ナイキの箱とかに入ってたりするよ。そうなるほどね、まあでもこれはねやっぱ大変だろうけど、お母さん言っていくしかないっすね。いやそうもうこれもう前に多分ずっとこれなんだろうね多分。でもう本当に治んなかったら、もう踏んでけばいい。捨ててけばいいんじゃない靴、とりあえず。だって言ったじゃんって。治すまで、お母さんはもうどんどん捨ててく捨てるかもう本当にそうやっていろいろね重いもの持って玄関あれするわけだから、足場がなくてこう困ってるわけだから、外に並べとけばいいんじゃない玄関の。ってするとまたちょっとあれなんじゃない、その言えばいいもし、今後、こう置いてあって2日、私は我慢します、それでも治らない場合は、全部、雨ざらしにします。で洗いもしません。そう洗いもしません、もう捨てるなら捨ててください、お金も払いません。自分でどうにかしてください。どうにかしてください、裸足で、学校会社行ってください、っていうのを2日猶予を持って一回行ってみるっていうのはありかもしれないね。そうだね。そのぐらいはやってもらわないと。で多分、最初は意識すると思うんだ、家族も、でも後々またこうなってきた時にもお母さん我慢して、そう2日間我慢してそうだから一人で直さなくていい。雨ざらし自分のものは自分でしときんしゃい。蹴散らしときゃいいんじゃないもう。だからもう普通にもうその辺にバーってなっとったら、お母さん踏むけんねーってバーってね、それでいいよもう。それでいいと思う。そのぐらいでいいと思います。なんかそのぐらいね、まあ物も大事だけど、でもちゃんとその所有者が物を大事にしてるかしてないかで、そっちの方が大事ですからね。そっちの方が大事だから、それはねもう厳しくやっちゃっていいと思いますよ。と思います。はい。ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので、気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みお待ちしております。スパイアのマサラカ。お送りしているのはスパイアでキルザノイズです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。フリーの読めてないものあります。ラジオネームサダハルワネコさん、ありがとうございます。こんばんは。放送開始から頑張ってリアタイしてる民の一人です。やっとこさ、開始当初からリアタイ民が報われる時代が来たかと涙ぐんでいます。実況対象のことかな。はい、そうですね、きっとね。ところでネットニュースを見ていてふとあれと思ったのでメールしました。その内容というのがアンダー40限定居酒屋なるものが東京で登場しているということでした。この居酒屋だったら陽介と兄ちゃんは一緒に行けないやんと気づきました。なんでこういう設定するのかなと考えていたのですが理解できなかったです。お二人はこういう居酒屋はどう感じますかということで。もういいんじゃないですか。それはもう行きたいやつが言ってんだよ。そうだから別にどうも思わないです。てか、そあるんだぐらいだな。あるんだぐらいだね。まあもうなんだ細分化しすぎだよね、いろいろ。だからもうわけわかんないわ東京は。これだから東京は。お急にディスり出した東京。ということで、現在勇者系に処す主題歌キルザノイズ配信中です。そして来週2月11日に、キルザノイズがCD として発売されます。はい、よろしくお願いします。このキルザノイズを引っ提げて、2月からの全国ツアー、まずはこのキルザノイズを引っ提げてのライブハウスツアーですね。そして、3月18日にニューアルバムリバース
リリース決定しております、こちらを引っ提げて今度はホールツアーということで、はい、よろしくお願いします、福岡はホールツアーでお邪魔します、はい、4月5日日曜、福岡市民ホール大ホールです。皆さんぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka@fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。